人生は全部運です。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない薄汚い欲望とともに寄り添ってゆく優しいチャンネルネガティブマンチャンネルへようこそということでね、始まりました。今日もね、そう史上最悪最低のねチャンネルというねコンセプトのもとに、じゃあこの世界が気に入らないんでね、何もかも気に入らないんでね、滅ぼしてしまいましょう。そう地球を含めてね、この世界が破裂すればいいなというチャンネルですね。はい、今日もまたね、この冷え冷えとした絶対0度のね、ろくでもない部屋からお送りするネガティブマンチャンネルね、司会は私ネガティブマンですということでね、そう今日はね、羞恥心ね、なぜ恥ずかしさみたいなものがね湧き上がって僕たちを苦しめるのかっていうことについてね、やっとね、人生何十年も生きてきてようやくね答えが見つかったのでね、そうまたね最悪な話をしていきたいと思います。ということでね、そう結論から申し上げてね、そうなんとも言えない恥ずかしさが出てきて、こう照れが出てきてね、なんかうまいこと行動ができないみたいなね、皆さんそういう瞬間ありませんか？私ここ1ヶ月ぐらいそういうことがねたびたびあって、そうね、なぜなんだろう。そうね、休日やることもなくね、そう貧困労働者ですからね、もだえ苦しみながらちょっと考えてみたんですけれどもね、そうで答えが出なかったと思ったらね、なんか昨日雷に打たれたようにようやく答えが分かりましてね、皆さんとシェアしたいね、シェアしたいとかね、共有したいとかね、気に入らない言葉ですね。そう結論から申し上げてあれなんですね、人に期待するから恥ずかしさっていうものが出てくるという結論に至りました。そうなんて言うんでしょうね。そう私こう 2,3 週間前にとあるイベントにね出かけようとしたんですけれども、どうもね羞恥心が湧き上がってきて、なんかねちょっとしたねちょっとしたところに出かけて、こうちょっとしたねこうまあそこそこなちょっとした有名人とちょっとねちょっと会うみたいなね、そういうなんかこうねアイドル握手会みたいなね、そういやそんなアイドルじゃないんですよ。どうもね行きたいんだけれども、こう己にこう恥ずかしさが湧き上がってきてね、最悪の決断としていかなかったんですけれどもね、僕はいつももう物事に迷うと最悪の決断をするようにしています。皆さんも真似していいですよ。大体間違ってませんからね。でこないだね、またこうセックスがしたくなって風俗にね何十年かぶりに行こうかなと思ったんですけど、これもまたね若い時と違ってなんかこうわけのわからない羞恥心恥ずかしさがこみ上げてきてですね、なんかね、そうあとお菓子を硬いお菓子を食べてちょっとね口腔内を怪我しましてね、舌が痛いなと思って、そう感染病っていうかこうね性病にかかったら嫌だなと思って、まあそれは言い訳なんですけれどもね、何とも言えない羞恥心恥ずかしさが湧き上がって、これもいかなかったんですよね。迷ったら A か B か1か2かね、皆さん迷ったら最悪の決断をしてください。これは良くない決断だなと思う方を決断してくださいね。
大体合ってます。大体納得がいきますからね。なんで羞恥心がね湧き上がってくるのかと思ったんですよね。邪魔だなと思って。正直なところ、このね YouTube の規約でね、エッチなことをしちゃいけないとかね、こう乳首を出しちゃいけないとかいろいろありますからね、こう残忍なことをしてはいけないとかありますから、いろいろルールがありますから。本当はね、別に全裸になってねオナニー配信したって別に僕は全く恥ずかしくないんですよ。ね、警察のお世話になるほどにもね喧嘩っ早いですしね。びっくりした。それぐらいね、なんて言うんでしょうね、何十年も生きてきて割とね、割ともういろんな恥ずかしさだったりとかね、度胸だったりとかっていうものが練られてね、天才ネット軍師としてこう一角のなんて言うんでしょうね、もうおっさんですからね。大体おっさんですから、もう別に恥ずかしいことなんか何も一つないはずなのにですよ。この年になってもなんかこう場面によってわけのわかんない場面において羞恥心が湧き起こってきて、なんかね行動が制限されるんですね。もやもやしましてね、ここ 1,2 週間ねもやもやしまして、なぜなんだろうと考えてたんですよ。ものすごく難しい話であり馬鹿げている話なんですよね。つまらないこともよく承知していますけれどもね、あれなんですよね。やっぱりこう人に自分が好ましいと思っている、それは別にあれですよ、風俗嬢が好ましいとかそういうことじゃなくって、なんて言うんでしょうね、好ましいと思っている人物と会ったりとかね、分かりやすい例で言えば中学生のようなね、好きな異性の子と話す時ね、うまく話せないみたいな、そういうなんか純粋なね、変にピュアなね心が湧き起こってきて、なんかうまいこといかないね、結局うまく話せなかったりとかね、なんか知らないけど避けてしまうみたいなね、そういうピュアなね中二のような心っていうものがね、それに近いですよね。羞恥心、意味不明な羞恥心、それはなぜ湧き起こってくるのかっていうことがね分かりましたよ。結局ね、期待をするんですよね。なんか期待なんですよ。要するに人に対して期待をしてしまうんですね。自分が好ましいと思っている人になんて言うんでしょうね、好ましいと思っている人は嫌なリアクションをしたりとかしてほしくないじゃないですか。きしょいとかね、キモいとか言われたくないじゃないですか。でも実際自分はキモいわけですよね。僕はどこに行っても悪目立ちしますからね。わけも分からずこんなに挑発にしたりとかしてね、悪目立ちをね小さい頃からしてまして、なんか事件が起こると常にねネガティブマンじゃないのかっていう疑いをかけられるようなね、そういう少年でしたからね、よくないんですね。不審者なんですね。要するにね、どこに行ってもね。でもこれは結構いろんな人に当てはまるんじゃないですかね。羞恥心が湧き起こってなんかやることができない、行動ができないみたいなね。要するに好ましいと思っている事象だったり人物だったり場面だったりにおいてですよ、なんか自分がきしょいと思われたくないがゆえに相手に対していいリアクションを期待してしまう。
少なくともなんて言うんだろう、いい態度、そうですね、いい態度だったり、なんて言うんでしょうね、そういうなんて言うんでしょう、いいリアクションを期待してしまうんですね。でもそれとはね、そういう期待をしてしまうからこそ、こっちが固まってしまうわけですよね。羞恥心が湧き起こるっていうのは、期待をしてしまう。そう、物事に対して、人に対して期待をしてしまうから、硬くなる。そうね、さっき風俗の話もしましたけど、若い時はね、全然いろんな街のいろんな風俗に行ってね、欲望が勝ってますからね。相手のリアクションなんて別に何の期待もしてないわけですよね。嫌がられようがなんだろうが、それを上回る欲望があるわけですから、別に何にも気にならないわけですよね。ところが年を取ってしまうと全て物事が見えてしまうという悪い面があるんですね。そしてね、若い時のようではない気持ち悪さだったりとか臭さだったりだとかね、いろんなことが気になって、自分自身がねきしょいと思われたら嫌だなみたいなね。そして相手には普通のリアクションでいてほしいなっていう期待がね、無駄に発生するわけですよ。そうするとね、もうなんて言うんでしょう、動けなくなるんですね、人間ってね。おかしな話でね。好きな子に嫌われたくないじゃないですか。中二みたいな感じでね、嫌われたくないね、きしょいって思われたくないっていうところでもうね、ガチガチに固まってしまうんですね。それと似てるんじゃないのかなっていうね、期待をしてしまうんですね、人にね。別に嫌がられようともね、おばちゃんたちのようにグイグイ行くじゃないですか、彼らは。なんて言うんでしょう、芸能人だったりとかアイドルだったりとか、それはもうオタクもそうですけれども、グイグイ握手会とかでもグイグイね、よくそんな度胸あるなと思うんですけれどもね。彼らはもう多分ですけれども、その喜びだったり欲望だったりが超えちゃってるんですね。自分が気象いたとかそういう問題を超えてるわけですね。超えてるから余裕でね、余裕で接することができるんですよね。僕はそこまで超えられない非常にネガティブなセンシティブなところがあるので、なんていうの、きしょいと思われたくないなっていうね、きしょい連発してますけれどもね、そうなんですよ。よく思われたいなみたいなね。でそういうリアクションをしてもらいたいなっていう期待を人物だったり現象だったりいろんな場面において期待をしてしまうんですよね。そうするとね、なんて言うんでしょう、無理な期待っていうのはね、現実としてはわからないわけじゃないですか。ね、そんなのわからないでしょ、実際のところは。ね。いや、ネガティブマン、きしょいよというリアクションを取られる可能性はたっぷりあるわけですから、わからないわけですからね。他人というのは、また物事というのは自分の期待通りなんかにね、動くわけがないんですから、コントロールしようがないわけですからね。そうなってくると期待をしている分硬くなってしまうというね、悪循環が出来上がって堂々巡りが始まって何もできないみたいな話になってくるんですよ。これが欲望が上回っていたり別にこっちとしては別に好ましくない相手だったりとかすればね、別に全
全くね、そう好ましくない相手だったりとかしたらばね、あれですよ、どんなやつだろうと別に僕は普通に入れるわけですよね。そう期待してませんからね。なんならこっちから仕掛けてやろうぐらいにね、そうね、思えるわけですけれども、そう好ましいと思っていると、なんかこう好ましい人にこうきしょいって思われたくないみたいな、そういうわけのわかんないね、期待が生まれてしまう。故に羞恥心がこう高まってしまうということに気がついたんですね。つい先日気がつきましてね。そうだから羞恥心をなくすには、そういうなんて言うんでしょうね、期待をしないことが一番なんだなっていうことですよね。そうもうね、きしょいと思われてもしょうがない、ね、全く期待しない、相手に何も期待しないってことですね。好ましい人物や事象や物事場面においてね、そういうことを期待しないっていうことがね、羞恥心が湧き起こらない唯一の方法なんだなっていうことにね、ようやく何十年も生きてきてね、ようやく気づきましてね。というね、恐ろしく自分で話しててね、こう理解されないだろうなっていう話なんですけれどもね、やっと分かりました。そう期待が人を殺すんですね。殺すっていうのはあれですよね。なんて言うんでしょうね。こう行動力をそぎ落としてしまうみたいなことですよね。うまく振る舞えないみたいなね。そういいんですよ。もうね、ゴミ扱いされてもいいね、なんならこっちから喧嘩を仕掛けるぐらいのね気持ちでいれば、もう全くいつものネガティブマンでいられるというね。そう期待をするからおかしな話になるんですよ。好ましい、別に恋愛感情じゃないですよ。僕の言ってることはね、恋愛感情じゃないもうおっさんですからね。そういう話じゃなくて、こうなんかある一定の場面において、ある一定の人物において、なんかこううまく振る舞えないのはなんでなんだろうっていうことにね、もやもやしてたものがようやく晴れました。そう期待をしないってことなんですね。そうゴミ扱いされてもいいしね、なんならムカついたらその場で喧嘩を追っ始めてもいいぐらいのね気持ちでいればね、何にも羞恥心なんていうのはね浮かび上がってこないということですよね。だからある意味嫌われる勇気を持とうみたいなね、そういう上っ面なことは言いたくないですけれども、もう全人類に嫌われてるんだぐらいの気持ちが一番いいですよね。もう何も期待しないっていうね。だから羞恥心を打ち破るには何も期待しないっていうね、心の態度が正解なんだなと思って、これはね、なんて言うんでしょうね、僕の中ではこう革命的なね発想というか思想になんか巡り合えたなと思ったんでね、動画にしてみました。ということはね、多分ね、人類の8割の人はそんなのもうとっくに気づいてるよって思うんですけれどもね、僕にとってはね新鮮な驚きだったんでね、ようやく解明したみたいなね。そうなんです。こうやってね、人間ができていくという時間軸においてね、ネガティブマンは遅いんですよ。遅い。何もかもが遅いんですね。こんな年になってようやく気づくことが一つ二つね、見つかるみたいなね。人間ができるのが遅いんですよね。大器晩成と言いたいところですけれどもね、そんなに偉そうなもんでもないしね。やっぱこういうことはね、早めにね
教わるべきだし教えるべきだと思うんですよね。ということにね、そうもうね、どんな好ましい場面やどんな好ましいね人物に対しても私はもうね期待せずにね、そうね、期待しないということがね、これでようやくあれですね、好ましい人物の目の前でもね全裸になってオナニーができるぐらいのね革命的なね心持ちでいられる、これは大きいですよね、やっぱりね大きいと思うんですよね。そうというね、もうねいやここまで話してね本当に最低なチャンネルだなと思いました。ということで、ね、世界を滅ぼすということに関して全くね関わりがなかったんですけれどもね、まあ少なくとも日本はもうね終わりですからね、そう皆さんお察しの通りね、やっぱりもっとね世界を眺めてね、こう対立構造をね煽りに煽ってね滅ぼしていけたらなとね思います。ではまたお会いいたしましょう。ネガティブマンでした。